英語でこんばんは、はるけです。今回はミッドフィルダーティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。前回はね、ティアリストからまた更新をした形になるんですけれども、特に RTTK の選手たちを追加をしました。それでは早速紹介をしていきたいと思います。こちらがミッドフィルダーのティアリストに、最新版のティアリストになります。D はですね、基本的には変わりは、ないですね。前回とはあまり変わってない。やっぱりそこまで、弱いというか使われない、そんな選手たちになってます。でですね、C ですね。C はですね、特にそんなに変わってはないんですけれども、追加した選手が1名いますね。RTTK のクラーシですね。個人的にはやっぱり RTTK の中でもですね、あまり強くはない選手になりますし、値段も底値でね、1万ちょっとぐらいで買える選手になります。もちろん RTTK ということで、能力がね、高くなれば、また、ちょっと評価っていうのは変わってくる可能性はあるんですけれども、それにしてもちょっと特殊カードとしては、あまり能力的な部分でも弱さっていうのがありますね。普通の金のカードで全然代用できるという選手に、なってしまいますね。もちろん逆足4だったりとか、身長が低いので、軽さだったりとか、あとはパスのうまさだったりとかっていうのはあるんですけれども、ちょっと守備面っていうところが、弱かったり、しますし、じゃあ攻撃にも出ていけるのかと言われたら、攻撃もちょっとできないっていう、そんな選手に、なるので、ちょっと物足りないかなというふうには感じます。で、そして B ですね。B はですね、カゼミロを少し前回の、C ランクから上げたというふうなことと、追加した選手はですね、RTTK のゲッツェだったりとか、あとは RTTK のアワールですかね、この2人を新しく、追加しました。ゲッツェはですね、ペースが非常に高く、なりました。前回のテアリストだと、金のゲッツェはね、多分 D とかにしたんですよね。ペースが63で。で、そこからペースが80まで、上がったので、やっぱりそこのアップグレっていうのは非常にでかいなというふうに感じますね。やっぱりね、プレイスタイルとかはね、ゲッツェ良かったので、やっぱその中で、能力的なところも上がれば、相対的にランクっていうのも上がりますね。で、実際、シュートっていうのも、うまかったりしますし、もちろんパスもね、うまいですし、結構ね、攻撃面に関して大きくアップグレをされたかなと、思います。で、冷静さ91っていうのもね、素晴らしいですし、結構ここからまた能力が上がっていけばですね、面白い選手にはなるんじゃないかと思います。で、あとは RTTK のアワールですね。アワールもね、全然使えなくないですね。普通にやれる選手になります。ただこの人も、RTTK の中ではちょっと物足りない、そんな選手になっていて、結構キャムなんで攻撃的な選手だと思うんですけれども、やっぱり逆足が3だったりとか、しますし、パスとかもね、うまくてドリブルも軽い選手になるんですけれども、シュートもめっちゃうまいっていう風なわけではないという、そんな選手になりますね。で、プレイスタイルを見ても、やっぱちょっと物足りないかなって、感じます。テクニカルは持ってるんですけれども、やっぱりパス面のところもね、欲しいですし、ちょっとね、攻撃の選手、キャムの選手としては、若干、プレイスタイル面だったりとか、能力面だったりとか、もうちょっとペースとかシュートもね、能力高かったら良かったですし、惜しいんですけど、ちょっと器用貧乏感があるなと、思います。ただこの人も、やっぱり先ほど言った通り、能力が上がれば、プラス2とか全体されれば、またちょっと変わってくるのかなというふうには思います。で、そして A ですね。A はですね、結構追加した選手多くて、ですね、TOW でアップグレをされたですね、ウーデゴールだったりとか、あとは SBC で来た RTTK のコクランだったり、同じく SBC で来た RTTK のブルーのギマライスだったりとか、あとはカンテも、この2週間で TOW で来まして、ここに追加をしてます。で、あとは RTTK の、ライマーだったりとか、デパウルですね。これらが新しく A に追加した選手になります。TOW のウーデゴールなんかはですね、
前回は金の腕ゴールは B にしていたんですけれども、能力が高くなってですね、プレースタイルもこの人もいいので、ほんとパサーですよね。パスがめっちゃうまいっていう選手になって、かつスキルも5なんで、ドリブル好きな方もいいのかなと思います。ペースは若干ね、遅いというかそこまで速い選手ではないんですけれども、冷静さも高いですし、本当にこう、貴公子のように振る舞える選手になりますね。そこまで、大きなアップグレっていうのは、金から比べて、ないんですけど、基本的には全然使える選手、プレイスタイルもね、本当にいいので、パス面だったりとかね、プラスがめっちゃついてたり、しますし、個人的には普通にミッドフィルダー、中盤としてパスミスをしないという、そんな選手になるので、個人的には全然強い選手になりますね。ただ逆足2っていうところだけ、注意をしてもらえればなと思います。で、RTTK のコクランですね。コクラン SBC で来て、作った方多いのかどうかは、わからないんですけれども、一応逆足4で、普通に、能力的にも良くてですね、バランスがいいというか、ドリブルもそれなりには、できますし、パスもある程度はできるし、守備面もね、しっかりしているという選手に、なるので、個人的には、それなりにはありかなというふうにも思いつつ、ただプレイスタイル面がね、ちょっと、物足りないというか、やっぱりパス面だったりとか、一応スライディングタックルのプレイスタイルはついてますけど、やっぱり予測だったりとかね、容赦なしだったりとか、欲しかった、ブルーザーだったりとか欲しかったですし、そこら辺のちょっとプレイスタイル面は、物足りないなというふうに感じます。で、あとはですね、ブルーノ・ギマライスですね。こちらも SBC で来た選手で20万ぐらい、かかった選手なんですけど、意外と相手に見ることが、ありますね。で、3-3なんですけど、一応この人はですね、逆足で蹴った際のパスも、ある程度は、つなげますし、もともとのパス能力高いし、で、この人はね、プレイスタイルでね、いっぱいいろいろついてたり、するので、パス面と、あとは、トリベラだったりとか、またシールドのところもついているので、意外とね、プレイスタイル面は、満足は、個人的にはしてますし、シュートもある程度は打てるし、レジダも89あって、ドリブル面もそんなにはね、重くはない選手で、守備もある程度できるっていう選手なんで、3-3っていう風な部分がちょっと、残念な、だけで、個人的には十分戦える選手。もしかするとね、OVR プラス2もね、される可能性もあるんで、能力が上がれば、ちょっとより強くなるんじゃないかと思います。で、あとはカンテとかはそれなりにもともと強かった選手ですし、普通に、より強化、普通強化されたっていう選手でここに入ってます。で、ライマーはですね、この人も強いですね。普通に強い。全然やれるっていう選手で、ライマーも金自体はそれなりには強かったんですけど、より強くなりましたね。逆足3点のこの人もちょっと残念なんですよ。3-3で逆足3点はちょっと残念なんですけれども、どちらかというとブルーノ・ギマランイスよりかは守備的な選手なんで、取った後のパスっていう風なところだけ注意すればいいかなっていうふうに思います。そこまで攻撃に上がらせる選手ではないですね。で、フィジカルが、そこまで強くはない選手だと思うんですけれども、こういうのはね、プレイスタイルでね、やっぱりブルーザーだったりとか、あとは容赦なしだったりとか、ついてるので、あとはブロックのプラスついてるっていうのもね、いいですし、で、そういう守備面がありながらも、パス、鋭いパスっていう風な、こうパス面の部分でもついてるんで、結構ね、いいんですよ。普通にいい。ちょっと地味な選手かもしれないんですけれども、ブンデスの中で言ってもですね、普通に強い中盤、ボランチの選手にはなります。結構ね、ライマーはおすすめです。しかも速いしね、スピードも。なんで、全然ありです。で、そして、デパウルですね。こちらも RTTK の中盤の選手なんですけれども、デパウルは、本当に攻守にわたって、みたいな選手になるので、能力のバランスもね、いいですし、結構平均的な数字でいくと80ぐらい全てあるのかなっていう風に感じます。で、フィジカルもちょっとあるっていうのは素晴らしいですし、ドリブルもある程度軽くて、パスも上手くって、あとはちょっとシュートも打てるという、そんな選手になりますね。で、ただ、逆足この人も3なんで、ちょっとそこの逆足で蹴る際は注意をした方がいいかなと思いますね。無理できないっていう選手になります。ただ、プレイスタイルを見てもですね、パス面、ショートパスだったりとか、ロングパスとか、
まあどちらもね、ついてますし、あとは意外と今週もついてるっていう、そういう選手になりますね。まあ、守備のプレイスタイルは、ちょっと一つ二つあってもいいのかなっていうふうに思ったんですけど、まあそれでも十分戦える、選手になります。で、そして最後 S ランクですね。S ランクに新しく追加をしたのはですね、まあ、ティオデルのベリンガムですね。まあ一応この2週間の間にティオデルで来まして、こちらも強化をされました。で、RTTK ですね。RTTK のモドリッチとブルーノ・フェルナンデス。この合計3名を、新しく S に追加しました。まあベリンガムはまあ言わずもがなですね。金でも強いですし、まあ、それがよりティオテブルでプラス1、されると、まあ、当たり前に強いなという風な、選手ですね。まあ、結構ね、この人固有のなんか強さがあるのかなと個人的には感じたりは、するんですよ。まあ、皆さんわかんないですけど、なんで、まあ、この人はまあ当たり前に、言わずもがなで S かなという風に感じます。で、モドリッチですね。RTTK のモドリッチ。まあ、モドリッチは本当にパスまずうまい、この人も。中盤としては本当に素晴らしいぐらいにパスがうまくてですね、あとは、もちろん冷静さも高くって、ドリブルもめちゃくちゃ軽い選手になりますね。で、守備面が多分、まあ、ちょっと不安視されるかもしれないんですけれども、もちろんフィジカルのぶつかり合いとかは、あまり強くは、ないんですけど、なんかぬるっと取れたりとか、特にインターセプト面、なんか AI がちょっと賢い感じが個人的にはして、ちょっとデヨングっぽいというか、守備面とかフィジカル面はそこまで高くはないんだけれども、なんかしっかり取ってくれる、まあ、インターセプト、パスカットしてくれるっていう風な、部分が結構使ってて自分は見受けられましたね。で、プレイスタイルのところでもですね、あのパスのうまさがありながらも、そのね、スルーパスだったりとか、ロングパスだったりとか、まあ、クロスのね、パス面だったりとかをちょっと強化してくれるプレイスタイルがついていたりとか、あとはね、トリベーラ。このアウトサイドのなんか精度が上がるみたいなやつがプラスついてるし、状況に応じて勝手にアウトサイドで出してくれるとかっていうのがあるので、結構ね、この人ね、アウトサイド勝手に出してくれます。なんで、それが、まあ、かっこいいプラス、ちゃんと通るんですよ。だから、このね、トリベラプラスっていうのもちょっと侮れないですし、本当にパスに関しては一級品で、あとはシュートもね、結構決めてくれます。なんで、やっぱり冷静さっていうのは大事ですし、まあ素晴らしいなというふうに思います。全然自分は現環境でね、S に入っててもおかしくないなと、思います。で、最後ですね、ブルーノ・フェルナンデス。まあ、ブルーノもですね、モドリッチと同じようなタイプなんですけれども、こちらもパスめちゃくちゃうまいですね。パス能力がめちゃくちゃ高い数値ありながらも、まあ、プレイスタイルで、こちらは鋭いパスのプラスがついてる、スルーパスが、まあ、良くなるっていうのがついてますし、本当にブルーノからスルーパス一戦みたいなのが通るなと思いますね。で、シュートもより打てます。本当デブライネみたいな、決定力っていうのを、まあ、見せて、くれますし、まあ、ドリブルも軽いし、まあ、守備面はモドリッチほどはなんかパスカットしてくれるなっていう風な印象はないんですけど、まあそれでもまだやれるなっていう感じです。3CM の一角とかだったら全然ありだなっていう風に感じますし、まあスピードもめっちゃ遅いっていう風には、思わなかったので、まあ個人的には普通に強い。ただ逆足が3なんで、まあこの人もそこだけは注意かな。特にシュートの時、パスは全然やっぱりプレイスタイルもついていたりとか、パス能力も高いんで、逆足さんでもね、全然通るんですけど、シュートの時だったりとかはちょっと逆算を意識して、ちょっとあまり左足では打たないようにした方が、まあいいんじゃないかと思います。まあという感じで、こちらがミッドフィルダー、最新版のティアリストになります。まあ、もちろんね、ここに入れきれなかった選手多く、いるので、まあ、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回はこれで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。